ご紹介いただきました野入良二でございます。今回は科学者である私を日本文化の特質を語る世界文化フォーラムにお招きいただいて大変光栄に存じます。大変美しい能楽堂に感銘を受けておりますけれども、内田モア館長はじめ関係者の方々に御礼申し上げたいと思います。まずこの文化と科学、この関係でありますけれども、1959年、ずいぶん昔になりますけれども、イギリスのC.P. スノーという人が2つの文化と科学革命という講演をして、自然科学と他の知的精神風土の乖離、互いの無理解、こういったものを指摘して大変問題になったというふうに聞いておりますけれども、私はこの科学と文化、これは相対するものではなくて、むしろ科学は文化の大切な要素の一つであるというふうに考えております。科学っていうのは大変広いものがあろうかと思います。で、私たちの人生は決して長くありませんけれども、ゴーギャンが言うように、我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこに行くのか、これを考えながら生きるべきではないかというふうに思っております。そのために真っ当な自然観あるいは人生観を育む必要がありますけれども、ここに芸術も科学も人生の伴走者として大変大事であると、こんなふうに思っています。私たち日本人は豊穣な文化に育まれて生きていて、本当に幸せなことです。飛鳥平安時代、また江戸時代から脈々と続く伝統に裏打ちをされた営みがあります。19世紀以降、欧州に渡りました浮世絵などは印象派であるとかアール・ヌーボーに大きな影響を与え、現在でもここにいらっしゃる今井門先生の陶磁器であるとか、あるいは室瀬先生いらっしゃいます漆器であるとか、こういったものの工芸品、あるいは絹織物などは世界の人々に大きな感銘を与え続けております。で、これは日本の文芸家あるいは芸術工芸家の方々の創造性によるもので、大いなる敬意を表する次第であります。さて、美術であるとか芸術技術などおよそそのアートと呼ばれるものは全て人間が知性と感性を持って自らの意思で作るあるいは作ったものであります。そしてさらにこれらは共通するところは人間の精神、さらに身体的な五感、これに訴えるということであります。で、そこに研ぎ澄まされた日本人、あるいは民族の持つ感性と技がまさに縦横に生かされておりまして、世界から圧倒的な尊敬を受ける創造性が生まれるのだと、こういうふうに思っております。一方で私たちの科学サイエンスという営みは
そもそも西洋では神が作ったもの、現代の言葉ではですね、自然の真理と言いますけれども、この真理を探求するのはキリスト教的な価値観から生まれたものです。創造的であれというふうに私ども言われるんですけれども、人でなく神が作った絶対的なものを扱うわけでありますから、この営みっていうのは主観的な人間の五感によって判断されるものではなくて、むしろ客観的あるいは概念的になってまいります。で、近代科学というものは西洋で発祥しました。ガリレイの時代に欧州で花が咲き、後20世紀にはアメリカで大きく発展しました。で、作品の発表の場は西洋でありまして、言語はラテン語に始まりイタリア語、フランス語、ドイツ語、そして今では英語ということになっております。で、私は一人の日本人なので、この点からは異端ではなくても正統派とは言えない存在であります。で、しかし幸いにも国内に埋もれることなく一定の国際的な評価を得ることができました。で、やはりその自然科学者にもそれぞれやはり文化的な背景があるのではないかと、今日はそういう話であります。長岡半太郎という人がいます。この方は20世紀の初頭に日本の原子核物理学を開きましたが、彼はこう言ってます。果たして日本人に科学ができるであろうかと自らに問うているわけです。で、彼は東京帝国大学に入ってから1年休学して悩みながらやはり決意を新たに勉強をし始めています。で、幸いにして明治以来の先達が永遠たる努力をしてくださいまして、その長岡の懸念っていうのは杞憂に終わり、端的には彼が亡くなる直前に湯川秀樹先生がノーベル物理学賞を受けられました。その後日本はやがて科学先進国の一翼を担っていくことになります。ではこの神の意志ではなく人間が自らの意志で作る芸術、これはどうなんだということになります。で、同様にその西洋発祥の営みにおける日本の達人たちも大変なご苦労をされたということを私は学びました。昨年亡くなりました世界的な指導者小沢誠二さんがかつて日経新聞の私の履歴書の最後をこのように結んでいます。中国に生まれ日本に育った僕がどこまで西洋音楽を理解できるのか、一生かけて実験を続けるつもりだと。私にとってはこれは大変に衝撃的でありまして、これほどの才人であってもやっぱりそうだったのかという思いがあります。より若い方ではイギリスのロイヤルバレエ団で長く最高位のプリンシパルを務められた吉田都さん、この方は英国人になりたかったと
日本人の表現ではなく、できるだけ向こうの踊りや表現に近づけられるかと努力されたというふうに伺っています。これもまた大変なことだと思います。それから野田博先生、この方は我が国の写実画の第一人者でいらっしゃいまして、魂のリアリズムを標榜される方です。先に上皇后様の肖像を描かれた方ですけれども、私も以前にその2メートルに及ぶ大きな絵を描いていただきまして、そのご縁で対談したことがあります。この洋画の巨匠もですね、やはりミケランジェロやダ・ヴィンチ、あるいはフェルメールたちが神の存在、真実を追求した奇跡することを見たとされて、この道もなかなか大変だというふうに思いました。今日の豊かな時代の若い日本人と違って、私はこのような立派な芸術家たちの心理に強い共感を覚えております。で、日本の伝統文化とは異なり、西洋に源流を持つ営みに携わる者は、まず謙虚にその本質を学ばなければいけないと思っています。さて、西洋流に考えて、神はいかなる意志を持って自然を作ったでしょうか。宇宙はビッグバンによって138億円ぐらい昔に誕生しています。自然では等価性パリティ、あるいは対ペアという概念が非常に大事です。で、私たちが現在世の中で知り得るものはみんな物質というものですが、もしも宇宙が対象であれば、全く対象であるとすれば、物質と全く反対の性質を持つ反物質というものが同じ量だけ存在するはずです。そうすると両者は衝突して光を放って消滅するためにですね、後には何も残りません。しかし10億分の1だけ物質が反物質よりも多く存在する。つまりパリティが破れているために宇宙は物質は完全には消え去らない。で、もし宇宙が全く対象であれば、我々人間は存在しません。で、我々は宇宙に残るいわば燃えかすです。誠に儚い奇跡の存在を思って謙虚に生きていかなければならないと思います。で、私は化学者ですが、化学者ですが、この学問は46億年前に誕生した地球圏における物質エネルギーの変換、宗教的に表現すれば万物流転輪廻転生の実態を研究するわけです。そして40億年ほど前に生命が誕生したと。有名なダーウィンの生物進化論があって、すべての生物はつながっていると。で、我々の先祖のホモ・サピエンスが20年前ほどに誕生した。生命とは何か、
ですが、その存在は数学原理あるいは科学法則に厳密に支配されていると思っています。でキリスト教によりますと、人間は神が作った特別な存在であって、すべての頂点に立つ特権が与えられているとしましたけれども、科学というものは人間の自己中心性からの脱却を促しています。ここに都合が悪いというふうに考える反科学的な権力者が世界にいることは皆さんご承知の通りであります。で、私たち科学者っていうのは主に分子というものを扱います。分子とは原子が規則正しくつながったものです。医薬のペニシリンであるとか C60 であるとか DNA とか、いろんな構造のものがあります。これらは実際は目に見えないナノメートル10億分の1メートルの世界の便宜的な表現であります。そして科学者化学者たちは自然を観察するだけではなくて、人間の知力技術、つまりアートを駆使してですね、価値創造に向かっていくわけです。つまり科学と技術とこれを両方合わせたことをやっているというわけです。で、先ほどパリティあるいは対の問題を取り上げましたけれども、自然界あるいは社会においても大事なものはしばしば対になっていないかということです。で、私が興味を持ちましたのは分子の左右の問題です。で、2つのものの形を比べてみますとですね、同じもの同士であるか違うもの同士であるか、左右の関係にあるか、この3つにしか分けられないんですね。で、これ平面構造で示してありますけれども、これはナスが左回り、これは3つのナスが右回りになっております。で、左右別の違いがあるということです。で、この左右の等価性あるいはペア、対の問題は科学的でもあり、哲学的でもあり、そして文化においても非常に大きな問題を提起するものです。先ほど申したように、この広い宇宙には物質と反物質はほぼ同じ量存在してて、10億分の1しか違いないということです。一方、生命の世界ですと左右の形は片っぽだけです。美しい巻貝、朝顔のつる、これみんな一方巻きです。我々の心臓は左側にあります。分子レベルでも DNA は右利き、アミノ酸はすべて左利きです。で、物理の世界とは真逆なんですね。じゃあ科学はどうなんだということになり、化学の世界はどうなんだということになる。で、私たちの見方によりますと、生命というものは、我々の生命というものは分子の左右、これを小性とかカイラリティと言いますけれども、これに依存しているわけです。で、左側のものと右側のもの、これは鏡に映した実像と共像の関係にあるんですけれども、この相違によって味で、匂いであるとか味であるとかいうのが全く違ってくるということになります。さらに医薬になると、これは深刻な問題を起こします。端的には右は有効だけれども左は有害であるということにさえあります。
20世紀の半ばに、サリドマイド化というものが欧州を中心にありました。で、右手のサリドマイドは鎮静作用があるんですけれども、左利きのサリドマイドは再帰性があるということです。で、残念なことですけれども、人工のサリドマイドを睡眠薬として飲んだ妊婦の方から非常にたくさんの奇形児が生まれたという悲劇があります。で、こんなことはあってはならないわけであります。で、したがって科学者、化学者たちはですね、こういったものを実用性を持って区別したいんですけども、かのパストゥールはですね、左右分子の非対称性、これは生物が支配する聖域であって、生き物を使わない人工の化学反応なんかではできるはずがないというふうに科学の力を切って捨てていたわけです。で、私たちはこの大問題を実用技術、アートとして克服したということであります。で、分子の左と右の作り分けを不整合性とこんなふうに呼ぶわけでありますけれども、化学反応には触媒が必要です。で、もう60年前にもなりますが、私は京都大学にいた時にこの原理を発見しました。27歳の時でした。しかし実用性はゼロでした。で、やがて名古屋大学に移りまして、そうですね、45年ぐらい前になりますけれども、水素分子を操りまして極めて有効に左の分子右の分子を作り分ける方法を発明いたしました。で、やがて技術的な発展があり、さまざまな香料であるとか医薬であるとかいうものを大規模工業生産する、そういったことができるようになりました。で、もともと日本に生まれた科学でありますけれども、技術としては世界的に使われることになりまして、ご紹介いただきましたように2001年にノーベル化学賞をいただくことになりました。私はメダルとともにこういった図柄の賞状をいただきました。巻き貝には左巻きと右巻きがあるということで、右巻きは美しくて左巻きは醜悪であると。で、右巻きの医薬は有効であるけれども、左巻きは有毒であるということを象徴しているわけであります。で、私は化学者でありまして、科学的な発見と技術的な発明の組み合わせであります。で、かのゲーテは名言を残しています。発見には幸運が、発明には知力が必要である。私の大好きな言葉であります。で、ノーベル賞受賞というものは客観的な多数決ではなくて、財団の趣旨と主観に基づく評価結果です。で、平凡な知性しか持ち合わせない日本人の私が、もし幼少時からアメリカで暮らしていたら、この西洋的な価値観の栄誉ある科学賞、ノーベル賞を受けることができただろうかと問うています。で、おそらくと言いますか、絶対にノーだろうと思っています。これは少し東洋的な私の特質が助けになってんじゃないかというふうに思うわけです。で、
私の科学者としての信条は、研究はみずみずしく単純明快にということです。私は知識の積み重ね、あるいは論理解析的であるというよりも、むしろ直感の信者です。で、私たちの研究の成功の鍵はですね、先に触れましたようなロージウムあるいはルテニウムという原子に極めて美しいバイナップという私たちが発明した分子を組み合わせて、でこれを触媒にしたものです。ここに模型が書いてあるんですけど、私たちが見るとこれは美しいわけです。でこの触媒はですね、造形的な美しさだけでなくて機能を持つわけです。で今までにないすごいその化学反応性を持つ。でだから巨大なさまざまな工業的生産に使われるということになりました。でもう40年も昔のことですけれども、この先ほど言いましたキラリティあるいは小生左右識別の科学をテーマに関わるノーベルシンポジウムというものがストックホルムで行われ、私もここに招かれました。で今考えますとノーベル賞の入り口であったかもしれません。で当時私はまだ46歳の、生意気盛りであったわけです。で演題には「The Beauty」なんていう言葉が入っておりまして、ここでおよそ科学の会議らしからぬ造形デザインの話をしました。で私の英語力では当然西洋人には意味不明だろうと思いまして、京都の竹林であるとか、あるいは夜祭りの提灯などの竹細工を持ち出しまして、ここに藤塚先生がいらっしゃいますけれども、細くてしなやかな竹細工の工芸的な美しさと、そして化学触媒の機能の関係の説得を試みたわけです。で私の科学的な直感の支えは民藝思想家の柳宗悦宗義の陽の美、あるいは西洋人の馴染みではドイツのバウハウス運動の機能は美なりです。見た目の美しさだけではない。美しいものは機能する、役に立つはず。逆に機能するものは美しいの信条であります。ここにいらっしゃる若い方にとってはむしろスティーブ・ジョブズの技術は科学と芸術の交差点、この方が分かりやすいかと思いますけれども、そういうことであります。でこの2つの文様を少し比べてみましょう。この重ね四つ目という門は面対称であって左右の違いありません。一方この入れ違い割れ葉うちわですか、これは回転対称性を持ちます。でこのように右回りのものと逆の左回りの2つが存在し得ます。で西洋の造形芸術のはその対称性と
強直な直線性、垂直性、そして黄金分割に縛られているというふうに聞きます。十字架をはじめとして、教会あるいは宮殿、国会議事堂、大学等もやっぱり左右対称の象徴が多くなります。それらは静的で静かであって不動であって高い権威を示すというふうに言われております。それから全体性に乏しく同じものがずっと続いているような連続的に集積する傾向があるというふうに言われています。しかし東洋人は少し違ってむしろ柔軟で生命感を大事にしていると。日本、朝鮮、中国などでは巴であるとか風車のような回転対称性かつ動的で周期性があって全体的にそれ自身で完結的な印象を持つものが好まれるというふうに言います。ご婦人方の洋服のデザインと和服を比べられるとお分かりかと思います。で、私たちはこういった強直堅固であるよりも柔らかな構造に心地よさを持つというふうに言われているわけですね。で、私たちの作りましたこの触媒ですね、これもナノメートルサイズの工芸品であるわけです。ここにお目にかけているように亀の甲構造をもとに作り出した触媒でありますけれども、これもやはりこれに相当するわけです。こう右回りが示してありますけれども、左回りと右回りがあります。で、まさに特徴ある回転対称性を持ってて、たくさんの平面構造が回転性をこう矢印で示したようにこれ回転自由にするわけですね。ですから全体的には堅固でなくて特徴あるその回転対称性な骨格であるわけです。で、全体的には堅固でなくてむしろゆとりのあるしなやかな分子構造である。で、これが高い汎用性と優れた触媒活性があるということです。秩序は持つけれども柔らかいしなやかだということです。で、長い年月をかけて日本人の思い入れでこの美しい構造と卓越した機能が生まれたということです。じゃあなぜこれにこだわりを持ったのかとよく分かりませんけれども、そこに東洋東西のいわば感性の違いが反映した証拠はありませんけれども、そんなふうに思っています。で、世界ではさまざまな国でおそらく数千万の人が科学の研究に邁進しています。で、しかし我々日本人が科学と呼ぶものと英米人が呼ぶサイエンス、フランス人が呼ぶシアンス、それからドイツ人が呼ぶビッセンシャフト、これはみんな少しずつ違うんじゃないかと、同じではないというふうに感じているわけです。なぜなら研究者たちはその形式値とともにたくさんの暗黙知を使っているからです。で、教科書であるとかあるいは論文から学ぶ世界共通に合理的に理解できる知識をこれは形式値というふうに呼びます。この図で見てみますとこの白い部分です。しかし科学者たちは
人間ですから、多様な文化的な背景あるいは経験を通して獲得したこの暗黙知、これを駆使しながら研究しているはずです。つまりこの白いとこから少しはみ出たこの色のついた部分でありまして、これが民族によって随分違うんじゃないかと思っているわけです。でここから生まれる多彩な知識のうちに科学界が認めるそのいわば最大公約数的な共通項が新しい形式史となって、そして広がっていくと思っています。そしてやがて一般社会にも共有されていくという流れです。将来はですね、この白い部分の形式値の相当部分はデジタル化され、そしてまた人工知能 AI に取って代われる可能性が強いと思っています。ですから多様な文化に基づくこの暗黙知ですね、この部分、色のついてはみ出した部分こそが私たちにとって大事で、新たな知識、そして知恵、そしてブレイクスルーの源泉であるというふうに思います。理屈っぽくて難しいと思います。少し説明しますと、最も基本的な科学で基本的なものは要素は数字ですね。でこれ読み方数え方っていうのが民族によって全然違いますね。で我々はこういうふうに数えるわけでありまして、一つ一つが表意文字、一文字で大きな意味を持つ。でここから4桁の位取りで概念を捉えていくと。英語では1000から上3桁の位取りで、サウダンドの次はミリオン、ビリオン、トリリオンというふうに続いていくわけです。でフランス語の数え方、これはもう私はもう全然到底無理で、20がものすごく大事ですね。80のことを20が4つで数えるんですから、もうダメです。発想が違うってことですね。でゼロはインドの発明ですから、ローマ数字にはありません。でこういうふうに表現するわけですが、これでは4だとか9だとかいうところに引き算が入ってますね。でもこういうふうに西暦の年号のように大きくなると私には分かりづらい、こういうことです。もう一つの科学の基本は度量項、SI 単位ですね。でつまり長さ、面積、容量、重さの単位ですけれども、これまた国によって違う。で最近の日本人は確率的な学校教育を受けるためにこのメートル法、これが定着しています。しかし分野によっては、特に伝統芸能、芸術や工芸の匠たちはですね、借款法を使ってます。でこれが我々の日常生活に染み込んでいるわけですね。で科学の本家である英語圏っていうのは、長さにインチ、フィート、ヤード、マイルなんて使っているわけです。何進法かわからないですね。非合理的です。なぜ容量にですね、ティースプーン、テーブルスプーン、カップなんて言う、これ科学の本家がこういうふうにやってるんですね。で暑さ寒さも彼らは可視で感じているわけです。摂氏40度暑いねっていう、米国人は100度104度とか言ってるわけですね。これみんな違います。で
いずれがいいと言っていいはよしはしを言ってるんではなくて、いずれにしても経験っていうものは事実そのものの体験です。ですから紙に書かれた知識を学ぶこととは全く違うと。でこの違いがそれぞれの独自の文化を作ってきた。相互の翻訳はもちろん必要でありますけれども、この多様性は是が非でも維持尊重しなければいけないというふうに思うわけです。で私は有機化学者ということになってるんですけれども、日本の有機化学を創始したのは真島理工という元東北大学阪大の総長です。で冒頭に示しました長岡半太郎よりは9歳ほど若い人で、ヨーロッパに学びましたけれども、彼らと同じことをしても意味がないということで、日本らしい科学をしたいと考えました。で最も日本的な工芸の素材である室瀬先生の漆の成分であるとか、紫根であるとか、紅花、鳥兜といった日本らしいものの科学的な研究をして後進を勇気づけ導いたわけです。で私は京都で学びましたので、真島先生の直弟子ではありませんけれども、この真摯な本質的な生き様に大変感銘を受けて育ちました。皆さんがよく知る寺田虎彦、この人は真島理工とほぼ同世代で和魂洋裁の物理学者でした。彼は親友だった夏目漱石の「吾輩は猫である」に出てくる理学史の水島観月のモデルです。で彼は X 線解析現象というノーベル賞に匹敵する科学業績を残しましたけれども、同時に尺八の音響理論、線香花火の物理学科学、椿の落下運動という身辺あるいは日本の風土にマッチした科学も行いまして、こういう天才は忘れた頃にやってくる名言を残しています。で寺田虎彦の弟子に北海道大学にいました中谷浮一郎という人がいますが、氷雪学者ですけれども、彼は雪は天から送られた手紙であると、美しく文化の香りの高い学者でした。で長岡半太郎に始まり真島理工、寺田虎彦、中谷浮一郎、いずれも技術開発というよりも純正科学に携わった世界的な科学者です。そしてかつ素晴らしい教養人であり、物事の本質について印象的な言葉を残してくれています。でこれらの偉大な先達の足取りを振り返ればですね、科学の背後に言葉の大切さがあるように思えてならないです。で私が申し上げたいことは、知の創造というものはしばしば母語に基づく思考過程から生まれる。でノーベル文学賞を受けた川端康成の雪国、あるいは大江健三郎の作品、もちろん外国語訳されておりますけれども、もともと日本語で書かれたからこそ美しい心を打つ作品になったものと思います。でいかなる国も
母語に自信を持って教育することなく、普遍的意義を作って世界を凌駕することはできないと、私の考えであります。でこれはサイエンス、科学を超えて文化国家としての主権の維持に関わる根本的な問題であるというふうに思います。でもちろん現代は英語の世紀でありますけれども、我が国には立派な表意文字である漢字と美しいひらがながあります。ですから私たちはかつての困難な時代にあっても、先人の導きで日本語による深い思索と日本人としての感性、これを呼び起こして人真似でない独自性ある科学をすることができたというふうに思っております。でこのことを現代の日本の指導者にもぜひぜひぜひ理解してほしいと思うんですね。で私があるいは皆が尊敬するフランスの科学者ルイ・パストゥールはこういう言葉を残しています。科学に国境はない。しかし科学者には祖国がある。彼は偉大な科学的な功績よりも、あるいはフランス人であること、あるいはフランスの文化を誇りにしていたのかもしれません。私はこの言葉を思い出すたびに、そして今も涙が出そうになるわけですけれども、日本に生まれ日本で研究した科学者としてこの言葉を常に心に留めてまいりました。文化の主な要素っていうのは、私どもの考えでは言語、それから情緒、これはつまり芸術ですね、それから論理、そして科学、この4つの要素とされます。逆にこの科学、サイエンスっていうものは極めて文化的な営みであって、この文化という大きな傘の下で言語であるとか、あるいは芸術と不足不利、あるいは相続不利の関係にあるはずです。科学と芸術は切っても切れない関係にあると思っています。真実と美しさの追求が人間の本能であると、これはしばしばアインシュタインとピカソの発想の原点で常に議論されるところでありますけれども、最も大事なことは科学と芸術の創造性の根源がそれら自身の内部に宿るとは限らないということです。これだけやってても創造性が生まれない。互いに共通な知性と感性、そして高度な専門技術を通してこそ外観あるいは知覚を超えた本質を探り見出してそれを表現することができる。ですから広範な文化的な背景あるいは文明環境が想像力を触発するわけであって、科学全体の発見にはぜひとも多様性の確保が必要であるというふうに思っております。私は日本の若者たちにもっと誇りを持って生きてほしいと思っています。冒頭の長岡半太郎の問い、日本人に果たして科学ができるであろうかは先人たちのたゆみない努力のおかげで杞憂でした。
産業技術あるいは軍事技術はさておいて、科学の水準の競争はあまり意味がない。でむしろ分野によっては大きな特色を持つ日本らしい科学、日本人らしい科学、これが近代科学の発展に大きく貢献したことを誇っていいんではないかと、誇るべきではないかと、そういうふうに思うわけです。で、日本の伝統的な特質といえば、私は人間と自然と人間社会の調和、人々の勤勉さ、完全主義、それから繊細さや器用さなど統合した匠の技、直面する問題処理の巧みさであろうと、そんなふうに思っております。発見、これを目指す純正科学において素晴らしい成果もありますけれども、近年はむしろ発明を目指す実利的な科学技術に特徴があるように思います。芸術であればですね、美術館に飾る教養的な純粋美術よりも日常性ある工芸、これが日本の強みではないかというふうに思います。で、科学と応用技術は決して富国強兵あるいは殖産興業のためだけにあるわけではありません。人の命の維持と、それから人類文明の存続のためにあると思っています。この4年間にわたって、世界に蔓延してきました感染症だけでなくて、気候変動に端を発するさまざまな大規模な自然界、社会からの脅威がですね、一国ではなくて全人類社会に共通に襲いかかっています。もはやいかなる国も一国だけではこれらの巨大な問題の解決あるいは軽減は不可能です。どうすべきでしょうか。20世紀は戦争と経済に象徴される競争のコンペティションの時代でした。しかし21世紀は限られた地球の枠組みの中で協調だけでは足りません。むしろ連帯して生きる時代であるというふうに信じています。私は力の論理ではなくて文化を尊ぶ文明社会を作ることが極めて大事だと思っています。Think globally, act locally だけでなくて Think locally, act globally もこれも大切である。科学と芸術を含む日本の文化が他国の共感を呼び信頼を得てここに大きく貢献することを願っております。ご清聴ありがとうございました。ただいまご紹介いただきました元文化庁長官の近藤誠一でございます。ノル先生、本日は素晴らしい奥の深い幅の広いお話をですね、ぴったり60分でしていただいた。さすがだなと思って感激をしております。残り約30分ではございますけれども、できるだけ今の先生の中身の濃いお話のポイントとなるところをぜひご来場の皆様にですね、よりよく分かっていただくために、解きほぐすといいましょうか、そういうことのお手伝いをさせていただければと思っております。まず一番心打たれましたのは、通常我々は科学というのは理詰めで論理で勝負して
もう完璧なもの、神が作られて完璧なものを探し出す作業だと。文化というのは情緒とか感性に訴えて人間がその幸せを得るためのもので、その2つの作業は全然別物であるという認識がなんとなくあると思うんですが、先生の先ほどのお話はいやそうではないと。人間が科学をする以上、その人間が生まれ育った文化、使う言語によってその科学というものを見る目が違ってくる。その結果、真理の中でどういう点によりよく気づくか。西洋の方々は左右対称であるものにより強い関心を持ち、日本人である我々はそうではないもの、あるいはよく言われている配中率という A とノン A が全てだというのが西洋的な発想ですが、 A とノン A 以外にも何か中間があるというのが日本人が育ててきた文化だとすれば、そういう発想があるから、その西洋の方々にはこれまで見出し得なかった科学の重要な点を日本人のノリ先生、あるいは湯川先生もそうだと思いますが、見つけることができたということで、文化を背負った、文化というのは、個別具体的で特殊性があると思います。普遍的な文化はありません。しかしそういうものを持った人間こそが普遍的な真理である科学、真理をつかむためのオペレーションである科学に貢献できるんだというように私は理解しましたが、まずはその理解でよろしいございましょうか。はい、おっしゃる通りです。それで科学というものは何か、これは私どもの常識といいましょうか、一般に学校で習ったサイエンスというものについてはそれなりに大きな間違いは現れなかったと思いますが、文化、特に英語を使わない文化の人々はなかなかその英語というものを使いこなせない。したがってそこにある論理性が駆使できない。したがって自分の心の中にある文化みたいなものをですね、文化を背負って生まれてきたものを伝えることができない。そういうことでその、限界に達していると思いますが、今の話を伺ってこれは日本人だけではないと思いますが、非西洋あるいは非英語圏の人々はもっと自信を持って自分の言語で考えて自分の思うところをどんどんぶつけて、それを科学という客観性普遍性を求める世界に貢献ができるんだと。そしてそれは裏を返せば、それぞれの民族は自分の文化にもっと自信を持ちなさいという、そして自分の言語というものは英語とは違って苦労するけれども、コミュニケーションに苦労するけれども、自分の言語こそが自分の生まれ育った文化の真髄をつかむ最適なツールなんだと。そしてその生まれ育った地位が生んだ文化というものにはさまざまなメッセージが込められていて、そこにいわゆる暗黙知なるものがあるというふうに私は勝手に理解しました。その辺について、その通りです。その通りです。その通りです。ではじゃあ暗黙知というのは、直感ということもおっしゃいましたね。科学はリズムだけではなくて直感が大事だと。ゲーテの偶然でしたっけ、ラッキー、幸運か。発見には幸運でしたよね。発明には知性が必要だと。はい。でその発見というのは直感である程度、失礼だ、幸運は直感があるからですね。で直感はその暗黙知から出てくる。そうですね。そう結びつけてよろしいですか。そう思いますね。どうやったらその暗黙知を豊かにし築き上げて直感をたくさん呼び起こして新しいことに貢献できるようなことができるのか、どういう教育だとか心がけとかを思ったらその暗黙知を育成できるんでしょうか。いやまず人間、特に科学者はですね、
ぱり謙虚じゃなきゃいけないんですね。それで科学は未知への挑戦なんですけども、実は我々分かっていることっていうのはごくごくごくわずかなんですね。宇宙はって我々が知るところは物質なんですけども、物質っていうのは宇宙の中の 4% か 5% ぐらいか占めてないんですね。あとの90何%っていうのは全然分かってない、何者かで、ダークマターであるとかダークエネルギーだって言われてるんですけども、これ全く分かってないんですね。でおそらくそういうものを少しでも知れば我々の人生観変わるんだろうなと思います。で科学はソクラテスの言葉ですけども、無知の知、我々は何も知らないんだということを知らなければいけないということです。で本当に我々何も分かってないわけです。で未知に向かって何か見つけるわけですけれども、見つかればまたその外には分からないことが10倍も100倍も出てくるわけですね。でそこにまた挑戦してまた少し知る、また分かんないことができてくるというわけです。いや謙虚にならざるを得ないと思いますよね。それからさりとて科学っていうのは積み上げ方式で進歩します。今までの知識があってその外に何を作るかっていうことですね。でどうやればその積み上げていくことができるかということですね。で確率的な教育訓練だけではですね、その一歩一歩進むわけですけれども、それではやっぱり体制を見誤るわけですね。で今までやっぱり西洋がサイエンスっていうのは先導してきてるわけですけども、それもやはり確率的な教育訓練を受けてなされているわけですから、そこには私は大きな限界があると思うんですね。で私の感じでは、近代科学っていうのは先ほど申し上げたように欧州で始まりまして、で20世紀の初めに太平洋を渡って大西洋を渡ってアメリカに行ったわけですね。で1世紀ほどそこで、花が開いたんですけれども、今おそらくもう一つ科学の中心というか重心が太平洋を渡ってアジアに来つつあるんじゃないかと。いや科学というのは中心というよりも重心が三極ができたと言っていいかと思います。で、そこには今まで科学、伝統的な科学に触れてこなかったたくさんの知恵がそこに含まれていると思います。おそらく東洋の人たちは欧米とはおそらく違う考えじゃないかと思います。で欧米の考えっていうのはどちらかというとその根源はという考え方なんですね。どんどん深まるけどもそんなに広くならない。もちろん何かが見つかった場合にはそれをもとに広がりますけれども、そういう考え解析的なんですね。しかし東洋の文化っていうのはもう少しホリスティックって言いますかね、中国なんかにしても全体を広く見る、そういうその文化思想って言いますかね、考える
性質があるんじゃないかと、そんなふうに思っています。で、何をじゃあ今ヨーロッパ、アメリカ、そして新しいアジアを中心とした三極ができつつある。そこで何をすべきかということですね。同じようにヨーロッパの伝統的な科学、アメリカで展開した科学、あるいは技術、それとやはり違うことをやるっていうことがアジアの科学あるいは技術の大義だろうと思うんです。ですから今までは科学をもとにした科学技術っていうのが展開しまして、それが世の中に影響を、主にその目的は富国強兵殖産興業なんですね。軍事力をいかに強くするか、あるいはいかにその経済的な利益を上げるかと。でそれをやっててはですね、やっぱり文明は持続できないと思うんですね。で最後に申し上げたように、やはりアジアの科学はヨーロッパ、アメリカの科学と相携えてですね、やっぱり命の維持、これにやっぱり向かうべきでないかと思うんですね。今も世界は戦争紛争に、あるいは経済覇権に明け暮れてるんですけども、その行く先が私にはユートピアだと思えず、やっぱりディストピアに向かってんじゃないかと、そんなふうに思います。ですからアジアの科学だけとは言いませんけれども、アジアの文化、そういうものをやっぱり総動員してですね、やっぱり命を、人類の命をやっぱり守る、そちらに行くべきじゃないかと私は感じています。でそれを担うのはやはり若者だろうと思います。で日本の若者が今ともすれば内向きになっているというふうに思うので、ぜひ世界に飛び出して競争するんではなくて、そこで人の絆を、友情を育んでですね、やっぱり共通の目的に向かう。それはやっぱり人類文明の維持、人類の存続じゃないかと思うんですけどね。ただ先進国とただ競争する、競合する、覇権争いするっていうんではやっぱり良くないんじゃないかと。で私は文化を尊ぶ文明社会を作らなければいけないというふうに思っています。でそのためにグローバリゼーションあんまり良くないなと思っています。で文化っていうのはやはり地域国のですね特質があるんですね。ですからグローバリゼーションとインターナショナリゼーションを混同しちゃいけないと思うんです。ナショナルがあってインターナショナルがあってマルティナショナルがあってグローバルがあるでしょ。グローバル化っていうのは中国語では世界化って書くのね。でみんな一緒くたにしちゃうわけです、一つの世界に。ですけども私どもは文化があってナショナリティっていうものがあるわけですね。でインターナショナルっていうのはナショナリティを認めた上で相互に
関係を持つということですね。ですから国際っていうのは国の際ですから、国のボーダーであるとかエッジであるとかフロンティアというナショナリティっていうのを認めているわけです。その上で協力して何かいいことを作り出そうっていうのがインターナショナリゼーションだと思うんです。はい、ありがとうございました。まだありますか。よろしいですか。次に行って、はい、ですからグローバライゼーションっていうのは新自由主義あるいは覇権主義にとってはいいでしょうけども、やはりそれで将来いい未来が生まれるかと。ですからいろんなそのナショナリティあるいはローカリティを重視する文化を尊ぶ文明社会を作っていくことが私は非常に強いと思っておりまして、いわゆる文化活動をしていらっしゃる先生方あるいはそれを目指す若い人たちをぜひぜひ応援したいというふうに思っています。ありがとうございます。人類をここまで繁栄させる上で、西洋に端を発した科学技術、科学から来る技術も含めてですね、というものが大変に大きな貢献をしたことは間違いありませんが、それが今やあまりにもグローバル化ある特定の基準による確一化、そしてその特定の基準というのが経済競争、つまり物質の追い求めることと権力を求める軍事的な覇権主義というか、そっちの方向にどうしても行き過ぎていると。それを取り戻すためには西洋的な発想ではない日本あるいはアジアの発想で、その文化的な根っこに基づく発想でもって科学とかそういうその政治経済も含めた社会のオペレーションを少し方向転換をさせなければいけない。そういうことに日本のあるいはアジアの科学者はですね、大いに貢献できるんだということだったと思いますが、特にその物と富と権力から命、一人一人の命、そしてそのために多様性っていうんでしょうかね、それを大事にする、確立化しない、そういう方向に人類の文明を少し方向転換するには、やはりアジアの貢献が今求められているということだと思いますが、そういうようなアジアの求められている科学者となるには、若い人たちは、日本に限らず他のアジアの国もそうですが、どこから何を勉強したらいいんでしょうか。あるいは教育、政府は、企業は何ができるんでしょうか。いや、それはですからもう文化が非常に大事だと思っています。私はよく言うんですけども、生まれた子どもたちあるいはもう少し育った5つ6つの子たちっていうのは素晴らしいですね。彼らはお歌お絵かきが好きですから芸術家ですし、お話好きですから文学者ですし、それから多くの人が海や川や山や草木や花やそういった自然が好きで、これ科学者なんですよね。でしょ。それからみんな無邪気って言いますけれども、よこしまな気持ちを持っていませんよね。ですから人間としてあるべき姿をしていると思うんです。ところがそういう人たちがいい学校に行く、その教育制度、それを突破して駆け上がって大会社に入る、ね、そして
職業を持っている。でこれがやっぱりまずいんじゃないですか。ですから私は家庭教育にも問題がある。つまり私たちはカタカナの人ですから、もともと動物であることは超えられませんよ。で子どもたちは動物の子どもたち、親たちは子どもが一人前になって独立するまでちゃんと面倒を見て育てるわけですよ。ね、それを放棄してるじゃないですか、世界中は。特にいわゆる先進国がその傾向があると思います。アジアであるとかアフリカであるとかああいう国ではまだ親がしっかり子どもたちは一人前になるまで育てていると。日本はそれやめて保育園学校に丸投げして育ててちょうだいと。で試験をしていい大学学校に入れていい夢大学に入れるとですか。そしてそこの優秀な人たちが大会社に入り、あるいは官庁に入り大学教授になる。そういう人にやっぱり僕は大きな責任があると思いますね。でそういうその家庭教育、学校教育、あるいは職業制度を経て横島なね、さっき無邪気って言いましたね、横島な考えを持つ人になる。それから文学者もいなくなりゃ芸術家も減っていく。それから科学者も減っていく。ですからなんとかやっぱり生まれながらの子どもたちのせっかくの特性をね、そのまま育ててあげることが人々にとってやっぱり幸せになるんじゃないかと僕は思うわけです。どうですか。それを仕方がないというわけね。仕方がない、社会がそうなってるから仕方がないですけどね、仕方がなくしてるのはリーダーたちですね。いやアメリカの方もいらしてアメリカの社会がどうなっているか存じませんけれども、日本の社会ではね、一般の国民は勤勉であり真面目でありちゃんとしてるわけですよ。とかリーダーがいけない。ですからリーダーシップクライシスだと私は思っているんです。いやアメリカはどうか知りませんけどね、大統領もいらっしゃるしね。はい、ありがとうございました。競争から協調連帯に向かって文化を尊ぶ文明社会を作る、それが人類の大きな目標であると。その上でアジアの我々科学者が果たす役割は大きい。どうやってそれを可能にできるか、それはやはりそれぞれの生まれ育った文化が持っている暗黙知をしっかりと吸収する。そしてお互いにコミュニケートして連帯して多様性を保ちながらそれぞれのいいところ、それぞれの暗黙知を生かしていく。そういうことでいい文明社会ができると。はい、文化っていうのはもともとローカルにいろんな世界の各地で多様な文化があったわけですね。で人々はそれを心の拠り所にしてそれぞれに生きていたと。でところが交通の便が発達して人々が交わるようになって移動するようになったということです。で昔はその文化そのものがその地域
影響を与えてたわけですけど、それが混じり合ってわけが分からなくなっている。したがって生活共同体から利益調整型のソサエティになってきたわけですね。コミュニティからソサエティになった。ドイツ語で言えばゲマインシャフトからゲゼルシャフトになった。これがやっぱり問題があると。致し方がない面もありますけれども、それはそういう状況をやはり是正する必要がある。で、物理学の言葉で言うとエントロピー増大の方向にあるというんですね。これがまずエントロピーっていうのは秩序の乱れた様子のことを、乱れの度合いをエントロピーっていうんですけども、物理の言葉でエントロピー増大の方向にあると。秩序あるものはみんな壊れてね、その秩序を失っていくと、拡散していくわけです。でこれは今二酸化炭素が具合悪い増大して困っているっていうのも、あれドライアイスでこうなっている時はいいですよね。だけどこれが拡散していくわけです。どんどんで拡散していったものをもう一度エントロピーを下げるということはものすごく難しいわけです。フェイクニュースもそうですね。ニュースがある、これが拡散するからいけないわけですね。拡散したニュースをもう一度集めて冷蔵庫どっかに閉じ込めるということはできないわけです。いいですか。子どもたち学校に集めて整列してますけども、ほっといたらどんどんこうばらけていくでしょ。あれエントロピー増大しているわけです。ですからいろんなことでエントロピー増大になっている。 SNS もそうですよ。いいニュースも伝わりますけれどもどんどん拡散していくわけでしょ。であと秩序をだったものにするっていうことは非常に難しいんですね、これ。ですからこれをどうするかということで、私は文化っていうものはエントロピーが小さい状態なんですね。でこれがバラバラになっていっていろんながごちゃごちゃになるわけです。それをやっぱり整然と、まとめながらやっていく社会を良くしていくっていうのが私は政治の問題だろうと思いますね。で自由に任せておけばエントロピーっていうのは増大するわけです。プラスチックの問題もそう同じことです。どんどん散らばっていってあれを集めるの大変ですね。だからキーワードはエントロピーの増大をできるだけ少なくするということを考えなければいけない。でそれは文化を尊重することにつながると私は思っています。それを実現するためにはリーダーの責任もあるけれども、同時に家庭において子どもたちに自然を尊び仲間と仲良くし、多様性を重んじ対話をする、共同協力をする、そういうことを身につけさせる。そういうことによって上と下からですね、ソサエティがコミュニティに変わっていく。そうすれば文化も自然と芽生えて、それがいろいろな目標、それぞれの目標を生んで、そしてより良い世界に向けて、人間の知的活動が向かっていくと。それで特に日本には自然を大事にする、和を大事にする、それから白か黒かだけではない曖昧さっていうのはあまり世界的には分かりにくいかもしれないけども、その湯川先生が中世史を発見されたように A と B 以外、A とノンウェイの間に何かあるという、そういう独特な発想を持つ日本の土壌にせっかく我々は生まれたんだから、それを大事にする、それを味わえるような伝統工芸がその典型ですけども、そういうものを若い時から子どもたちに親しませる、それは親の責任だと。学校も大事だ。しかし学校行く前にだいたい子どもの感性は固まりますから、やっぱり親がそこをやらなきゃいけない。学校でもやらなきゃいけない。
会社に入ってからもやらなきゃいけないということですよね。はい、実はどうぞそうですね、誰にも言われずに本能的にやってますよね。最後に2つ教えてください。野頼先生が自分は日本人で生まれてよかったな、日本の文化を少しでも知ってよかったなと思われたのはどういう時で、それは何だったんでしょうかというのが1つ目です。はい、日本で暮らしている時はあんまり日本人であるということを意識しません。まあおいしい食事をいただいた時やっぱり幸せを感じますし、それからこういった文化に関係するようなところに伺ってやっぱり日本人は素晴らしいなということを感じますけれども、日常はあまり日本人であることは感じません。日本人であるって考えるのはやっぱり違う人たちと出会った時に私は何かということを考えますね。私は世界中にたくさん友達を持ちましたけれども、やっぱり感心するのは彼らたちが日本に関心を持ってくれていろんなことを聞いてくれて不思議があるんですけども、そういうことがあって友情関係をたくさんの人と持つことができる。これは一生の宝物です。ですから違うものにあって初めて日本の良さ、日本人の良さ、あるいは逆に自分たちが日本人としてどう振る舞うべきであるかということを考えさせられますね。そういうふうに思います。から若い人、やはり自分で生きる道を決めてほしいと思います。そのためにぜひ特徴を持った人になってほしいというふうに思うんですね。とかくよくできる優秀な人っていうのは人と競争したがるんですね。競争する。だけど競争して巨人に偉大な人になかなか勝てないですよね。ですから私は若い人に言うのは、ナンバーワン第一人者になろうとするよりはオンリーワン唯一無二になった方がになろうとする方が楽しいだろうし、そしてまた世の中に役に立つんじゃないかと思うんですね。オンリーワンはナンバーワンですから。若者へのメッセージということで2つ目をお聞きしようと思ったんですが、その前にほとんどそれを答えていただきました。それでまさにThink Locally, Act Globally、つまり自分の文化から発見したものを外に広げていく、で外と交流しながらお互いに高め合っていくということだろうと思いますが、それに非常に日本には潜在力があるということだと思いますが、その日本文化を象徴する日本の言葉、日本語でこれだけは絶対に失いたくない、タイパとかコスパとかですね、そのスマホランゲージではなくてこの言葉を残したい、これが日本の文化を象徴しているというのは、例えばどんな言葉を？いろんな大和言葉はたくさん大事だろうと思います。やはり大事なことは言葉であって、言葉全体であって、やはり表意文字である漢字と、それからそれをつなげるひらがな、これをやっぱり大事にしていくことが一番大事じゃないかと思います。若い人にはそうですね、しなやかに
たくましく生きろ。たくましく難しそうですね、両方は。はい、私はゆかしいって言葉が好きで、山に来て何やらゆかしすみれ草、芭蕉のゆかしさっていうのはやっぱり日本人の非常に独特のいろんな意味が込められてるかなと思ったんです。しなやかですね。謙虚であることは非常に、はい、大事だと思います。はい、同時にオンリーワンを目指せと。で、日本社会は出る杭は打たれるというのがあってですね、オンリーワンになろうと人は足を引っ張る傾向がありました。それをぜひやめなきゃいけないと思います。ですね、短くすいません強力なライバル、競争者がですね疎まれるわけです。はい、違うことをやっている人は関係なくて許されるなるほど、励まされる。はいはい、ああ、そうなるほど、そう思います。日本の若者も金メダルたくさん取ったし、クラシックのコンクールで優勝してますよね。だからやればできる。いや、橋本先生はそこにいらっしゃるから、そうですよね。競争の第一人者でいらっしゃるけど、なかなか橋本先生を超えることできませんよね。できませんね。はい。違う道行った方がいいんじゃないかな。違う道でオンリーワンを目指すと。あとは今日は伝統工芸の人間国宝の方々がもうたくさん揃っていらっしゃいますが、伝統工芸も全体に日本の文化の中で必ずしも本来得るべき地位にない、そこをなんとかみんなで盛り上げていく、それも日本の力を実現するですね、重要な要素だと思いますけれども、じゃあ最後に一言締めていただけますか。やはり私どもは日本の文化っていうのを誇りにしてます。それを先導する先生方たくさんいらっしゃいますけども、いかに世界の特に若い人たちが日本文化に親しんでもらう、これをやっぱり進めるっていうことが日本の文化っていうことを広め、日本が共感と信頼を得ていく大きな道になるんじゃないかと思うんですね。それこそまさにこの世界文化フォーラムが作られた背景にありますし、ですから一つ申し上げると、私は日本が科学技術立国であるためには、外国の方がいらして日本で仕事をして世界第一級になることが普通になって初めて科学技術立国だと思います。同じく世界の若者たちが日本に来て日本文化を学ばれ、そして世界で認められるようになれば、必然的に日本の文化が世界に伝播することになると思っておりますので、ぜひ多くの世界の感性豊かな若者を日本に呼び込まれることがあればいいなと思っております。はい、ありがとうございました。日本の文化の価値について、文化とは両極端にあると思われた科学の、しかも世界で最高位の賞を受けられたノル先生から、このように日本の文化の素晴らしさ、文化というものの位置づけ、正しい位置づけをもっと日本でも考えろと、実行しろという素晴らしいメッセージをいただきました。本当にありがとうございました。